適当そういうので。これ適当ソーイングさんのね黒カッター、僕はねデザインナイフでいきます。ほうほう。これとセットでだいたいホームセンターで250円ぐらい。それはオルファですか？オルファです、オルファです。でこれがだから50枚入りかな、替え刃が。僕ねデザインナイフなんで好きかって言って、この鉛筆状で持ちやすいんですね。そう持ちやすいんですよ。もう切れ味はね、まあでもやっぱデザインナイフの方が切れるかもしれない。カッターナイフって先折るじゃないですか。はいはい。これほんと先の先まで刃ついてるんで、細いとこに入れやすい。そう。ただパッキン刃変えるのが楽は楽よね。まあ、デザインナイフよりも黒カッターの方がね。部分のそういう細かいとこ行くならデザインナイフめちゃくちゃ優れてます。量切るってなったらパッキンかもしれないけど、確かにそういう結局これ先ほどのねソファーと同じやつなんですけど、型取りするのにね、そうですよね。一旦はバラして寸法取り用に分解しないといけないんで、まあそれ通り作ってくださいっていうので、自分がやったことない畑だったらそうやってバラすほかないですもんね。そうですよね。これが一番間違いないですもんね。そうですね。誰でも型紙かけなくても作るやり方ですね。本当ね。デザイナーも入るでしょ。はい。結構。確かに。でこれやっぱりね黒カッターと一緒。もう切れなくなってきたら今プッと当てたら切れるんだけど、だんだんプッと当てても切れなくなったらってくるよね。やっぱ買い時って感じですか？そうでこれやっぱ使う糸が8番糸とかで縫ってるから、そうか。割とあっと今ねもうだいぶ切れなくなってる。切れなくなってきたね。交換のサイン。やっぱ消耗は早いですよね。早いです。で特にこれが相手が8番糸だからすんごい早いです、消耗が。あっという間に。刃変える時がねやっぱりデザインナイフの方がまあ面倒。適当ソーイングさん使ってる黒刃の方がね早いですね。でも本当先が細長いんで、ネームとかも細かいところに刃が入れやすいですね。最初の一心がすごく安心安全でやりやすいですよね。やっぱり早いね。もうなんか見た感じの軽さが違う。早いですねやっぱり。これ本当はね一般にアップしていいものなのって思ったのがあったからただ適当ソーイングさんもアップしてたし、他の YouTuber の方もねアップしたのを見て、ほんなら上げても大丈夫だって、結構やばい切り方だもんねこれって。まあでももうこれは捨てるもんなんで、型取るからまあ多少破けようが破けまいが型取り用でほどいてるわけで、これで1発ねもうほどけたんですね。なるほど。めっちゃ早いです。で結局ほどいた後からアルファベットコードが書いてあるんですね。ですね、パーツ番号でね。でこれもやっぱり地味にアイロンは使います。アイロンで元にちょっと現状復帰というか、まあぺったんこにしないと型取りができないので。そうなんですよ、できないんですよ。でもやっぱ合皮とかだから多少伸びで使ってるうちにって感じ、伸びてるんですよねこれだけ。ちょっと地の目見ながらね直してあげます。やっぱ基本も本当布と一緒、もうしっかり温めたものを冷やしてやって。なんか合皮とはまた違う素材ですね。いやでも合皮よこれ。なんか水に強い感じの、布調のやつだよね。表皮がいかにもゴムというかしぼような布調のレザーですね。冷やしたらだいぶ戻ってくるでしょ、温めて。だいぶフラットの状態に戻してないとね、ちょっと実際元型がどうなったのかが、そうですよね。寸法の狂いが出ても、だから地味にねやっぱりこんなやつでもねアイロン使うんですよね。本当アイロンないとレースにならない。意外な使い方でしょ。これはご知り合いの方のを変えてるって感じ？いやこれねお仕事で定期的に、もうお仕事で岡山でも岡山というか本当日本有数のすごい大きいマリーナがあるんですけど、
それでまあそうそこ長にい付き合いでいやここね最近なんですよ実は。あ、そうなんですか。僕の知り合いがそこのメカニックしてる人がいて「はいそんなん縫いよったの?」って「縫いよったよ」だから「いやちょっと今度うちに話来て」ってことになって「そうかなじゃあいいですよやりますよ」じゃあ意外と初めての仕事って感じなんですこれもう何個目かリピートです。か。あ、そうですか。もう毎回船のソファーによって型が違うから結構やらないと。そうですねもうワンオフの一発勝負ですね。毎回やっぱりもう船大体2つと同じものはなかなかないんで、そうもう型取っても残しても仕方ないというか毎回一発勝負ですね。だいぶ元通りましたね。このくらいまでまあ原型が戻ってくれればもう型が取れるんですね。でも汚れてもいいようにこういうもうステンレス引いてああ、そうですね。もうそうしないともうアイロン台の上ぐちゃぐちゃになります。すごい。黒カッターもねほんといいけど僕こうくる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 まあそうですね。これまたこれいいでしょう。もうなんかやっぱそういう方が誰でも持ちやすいですからね。慣れない人が入門でそこから入ると結構病みつきになって使いやすいかもしれないです。まあでも今まで使ってたものってあるよね。まあまあまあ。だから猫ミシンさんもこのデザインナイフああ、そうですね。たまたま僕の工場に遊び来た時に見て教えて、まだその頃ね私の母親かうちのばあさん生きてて、もうあんな可愛いのは切る私はよう切らんわとかようやるんじゃんなことを言ったら、ああもう切れんできたね。やっぱり8枚と切ったら切れんの早いですね。すごいですね。いやそうですよね。ほんとその一部分だけでもそうやっていくつもパーツがあるんですもんね。そう地味でねめんどくさいんですよ。ですよね。まあしょうがないよね何千万もする船だもんね。いやまあそうですね。内装で言ったら、まあ極端な話だから車のシートとかでもそうですもんね。そうすごいパーツがあって。まあ下手な家で高いんだから仕方ないよね。まあ確かに。そう考えたら無茶な話はね家って高いな。やっぱそれを作れるっていうのも技術力ですよね。誰もだって服作ってる人がこれやってくれって言われたらちょっと渋りますからね。普通は設備がこんだけあっていろんなミシン持ってるからこそできる感じですね。だからどっちか言うと適当そうにさ技術よりも設備だね。まあそうですね、どちらかというともう一番はこれ設備だね。やっぱりスペースもあるしやっぱり裁断板もいるし、そうですね、大きいスペースと、まあ上下とか総合とかそう太番手をそういうやっぱりいける。太番手がいけるミシンと、で結局やっぱりアイロンもないとダメだし、まあそう、それは僕だったら断りますね、こんだけの広さ持ってて、まあ逆の立場だったらやろうかな面白そうだなって思うけど、設備に自信ないとまずちょっと効率化ができないから。そうだねそれはあるね、でも効率は悪いよやっぱりそういう大物って大きいものってやっぱりそれだけ場所も行って、ほんとねプラントの工場とかトラックシートの工場なんかポツンと3人ほどで縫ってるもんね。そう、だからあれ考えるとね効率悪いよ。押さえつけて糸をパンと貼れるように。いや綺麗なんだわ。もう切れない。3回目ぐらいですか。だいぶ切ったけどもう3回目の交換刃の、やはりやっぱ刃の消耗は激しいですね。やっぱりね8番糸切ってしかもだいぶ雨風当たってほこりとかも噛んでちょっと硬くなってるからね糸が余計切りにくいですね。でもこれほんとこういう直しの切り方って皆さんほんと10人十色だよね。まあそうですね。うちの奥さんはやっぱ適当ソイムさんと一緒黒カッター派。あ、そうですか。黒カッター派。まあいかに早くなおかつ絶対やらかさないかっていうか、洋服のお直しの場合は一番慣れなんだろうね。僕はもうこのデザインナイフ派。もうこのくる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 この刃の当て方も鉛筆と一緒でくる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 やれるから。そっか。
まあ、ミシンとこうホチキスのあれみたいなので打ち込んでやるっていうのがまたなんかそうこれね斬新縫い代のところにこれあ本当だ。このペロペロのやつが発泡塩ビっていう、まあ、塩ビ系のもう柔らかい下敷きみたいな感じ、はあ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 でこれをもう本当このこう縫われてるこの形のはいはいはい。下側にこうバツ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 とこうはこうだねこの向きで止めてでこう2段になってるよねクッションがもうこうやってこうで2段のこの継ぎ目のところをグッと中で引っ張ってやってこのボコッとした感じ作るよねおでなんかこれもねもうコンプレッサーですおプチ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 ではい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 。まあちょっとこんなやつですねなんかやっぱ家具って感じっすね。うん服とはまた違う考え方。こんなやつで打つんですけどねああそうですね。うんはい。まあ極端な話まあ釘打つやつのあれみたいな感じですね。もうホチキス版ですねはい。大工さんが使うような。スピードミジさんに見せましょいやなんかこの場で速攻やるって感じが工具持ちすぎでしょって感じ。普通何でもは出てきますもんね。いやいやこれってうでもこれねないもんがない。でもこれ本当にでもこれねそうか適当そういうのさんとは分からんか、いつもの僕のカメラマンしてくれるお友達なんですけどねこれ3800円なんでもや、いい例のあそこです。そうセノのなんでもや、はいはい。 3800円なんですよこれほ買いでしょーかなり安いですね。買いでしょその代わりねやっぱ重いそうですよね。重いああ重たいですね。これ最新のやつはねアルミボディですんごいいいのがそうですねマックスなんかから出てないけどねやっぱエアで打つことでパワーといやすごいですよ。そうもう上がったかなんですかいや本当変な話だと大工さんが打つやつなんかこうボールがついてるやつ。すごいですよ。エアーついてたら本当もう手も止まってしまうので。手ぐらい楽勝刺さるはいねプチョンと多分もうなんかねもう下手なエアガンみたいな感じですよね。そうそうバキンバキンそうそう。もうすごい楽ちんこんな木ももうなんか隙間なくそうブツブツ刺さってるから恐ろしい工具。もうすごい楽ちんもうこれホチキスみたいなやつのバチンバチンって打つやつあタッパーみたいなやつそうあるんだけそれの業ど務版みたそういな感じ。 3800円でこの快適さならもいや絶対楽ですよね。絶対楽本当ですよね。でもねさすがにそんなにしょっちゅうする仕事はないからいやすごい。 3万円払っていやーですね。 3万円ね5万ぐらいかいやすると思います。 5万ぐらいでね確かね中華製の怪しいやつが3万ぐらいはアルミボディのやつがであれメイドインジャパンだけどああ鉄の重たいやつまあちょっと使うぐらいだったらね、まあ全然重たくても。鉄の重たいので十分まあそうっすね。いやここまでガチね。これまで再現されるとはさすがに縫うとこだけかと思ったら工具まで。ほどくのもね本当皆さん10人十色というかねそうですね。適当ソーイングさんは黒羽派だし、僕はもうこのオルファのデザインナイフは、もうホームセンターでねどこでもおなじみですよね。まあそうですね。でしまう時にはもう刃逆にしてこうやって取ってもいいし、ああ、そう。もうでもこれもう切れない多分もうだいぶ切ったからもう切れないね。でオレバーはこっちに捨てる刃こっちに入れるようになってますね。で新しい刃こっちに入っててこれ250円ぐらいです。ああいい値段ですね。でも50万入ってるからねだいぶ使える。まあそうか。それ考えたらデザインナイフの刃はデザインナイフの刃でしか使えないからそれがいっぱい入ってればそうお買い得っちゃお買い得っすね。もう十分だからまあ好みによるだろうけどね。まあそうですね。いろいろ人に合う合わないをこうやって分かれる絶対にこれがいいって言ったら結局じゃあ黒羽の人もいるし僕らみたいにデザイナー派の人もいるし、やっぱり視聴者の皆さんもいろいろ使ってみて私こっちがいいわっていうような、極端に言ったらニッパーの方が安心するって方もいるだろう。そうだね、もう一番怪我がないのはリッパー。まあそうですね。その代わりやっぱり我々直しはどうしてもスピードのことを言うから、ですよね。いかに人より肌がほどいて本当人より倍ほどいたらそれがもうね、倍儲かるわけだから。こっち移していいんですか？どうぞどうぞ。これだけあるのだからああいう今と同じようにやっていくっていうことでしょ？そうこれだけの量がこれさっきのですね。いやこれちょっとだいぶ工賃もらわないと受けれないだから内これを容ですね。要するにさっきのように全部切ってばらして、要するに型を
そうですねで採寸してでまた新しいものを縫っていうことですかね。そらスピードがまあ一つずつね。でも本当特殊な世界ですですようね。んでもああいう厚物ミシンがあるからできる仕事でねいや素晴らしいです。うんもう本当に皆さんこんな世界もあるよってやつですねあ今度縫っとるところ自分で自撮りしとくのもいいねいやいいと思います。視聴者さん見てもらうよねはい、絶対面白いと思います。見たいでも本当方いると思うんで。ほどき方はねもう皆さん人それぞれいろいろ使われるでしょうけど、はい僕はデザイナー派です、はい黒場は結構上げてるもんねああまあそうですね。あといろんなとこで使ってるお直し屋さんも多分多いと思いますね。黒場多いんかね結構はそうですね。コメントで私も黒場ですみたいな人が来てた何人かいたから。僕もテクトソニーさんの見てテクトソニーさん黒場なんだね思ってからそうですね。僕はもうこのクリクリ細かく向きを触れるからデザイナー派まあそうですね。まあでもそっちを使ったことがなくてその黒場しか使そうったこと黒場ない方もいると思うんで。ずっと黒場できとってるから私は黒場よっていう人も結構多いと思う意外とね使ってみたら。まあそうですね。そっちのだから方がいい皆さんなんかいろいろ使い比べてみるもんおすすめかと僕の奥さんはかたくなに黒場しか使ってない私は黒場なんじゃってからはいはい言うなわしはデザイナー派なんよなってから私はこれってからまあ多分そういう方多いですよね。そうですね。でもずっとやっぱり使われてるその安心感、安心感もありますし。デザイナーにもぜひ皆さんぜひぜひこれもおすすめです。ご参考になれば幸いです。ありがとうございます。